未亡人となったサラ・ローザス・ガルシアは、長女が地元当局に連行された時、すでに9人の我が子を養うのに精一杯でした。アンドレア・ガルシアは学校をサボり、性的にみだらであると訴えられており、非行少年を担当する当局は彼女を州立病院に入院させたのです。IQ テストを受けさせられ、低い得点をつけられると医師たちは判断を下しました。さらに彼女の19歳の娘に不妊手術を施して、国が精神薄弱とみなしたものの遺伝を防ぐのだと伝えた。この恐ろしい話は権威主義体制下の話のように聞こえ、1938年に南カリフォルニアで実際に起こったことです。アンドレア・ガルシアは州の情け容赦のない優生運動で狙われた数千人の貧しい有色人種の女性の一人。古代ギリシャ以来、特定の形質を残したり取り除いたりして生殖による人間集団のコントロールが行われてきたが、19世紀に進化論と遺伝学が見出されると、この試みに特化した新たな科学運動が起こりました。1883年、イギリスの科学者フランシス・ゴルトンがこの考えを優生学と名付け、生まれが良いというギリシャの言葉が由来。この近代優生学の波は著名な科学者や進歩的な改革者たちへと広がり、社会の向上には望ましい形質だけを次世代に受け継いでいくべきだと考えました。しかしながら、彼らの望ましい形質と望ましくない形質の定義は時代ごとの偏見によって大きく左右されました。あらゆる種類の人々が生殖に不適合とされていました。移民や有色人種や障害者が含まれます。一方で、彼らの理想の遺伝子の基準は運動の構成員を反映していました。北欧系もしくはアングロサクソン系の白人でした。20世紀初頭、優生学の影響の広がりにより多くの国々が移民を制限し、異人種間の結婚を非合法化しました。いわゆる人種衛生化の向上を目指すこれらの処置はナチスドイツによって恐ろしい結末へと向かいました。ナチスの優生運動で何百万人ものユダヤ人が組織的に殺戮され、同様にロマや同性愛者や障害者といった人々も犠牲になりました。しかし、その極端な残虐性を除けば、ナチスの優生政策は世界中の同様の基準を反映したものでした。20世紀半ばを通じて多くの国々が優生政策を掲げ、スウェーデンやカナダや日本の政府は数千人の人々に強制的に不妊手術を行いました。不妊手術はアメリカで非常にありふれていました。1907年から1979年までアメリカの政策により6万人以上が不妊手術をされ、32の州では精神薄弱とみなした男女に対する不妊手術が法律で義務付けられていました。このレッテルは典型的には表面的な精神疾患診断や IQ テストの結果によって貼られました。これらは多くの移民集団を標的にする言語的、文化的に偏ったものでした。人種差別的基準はカリフォルニアで特に問題になり、1920年から1945年、ラテン系女性は不妊手術を受ける可能性が他の女性より 59% 高く、カリフォルニアの不妊手術の割合は信じられないほど高く、一つの州で国全体の3分の1以上もの不妊手術を行っていました。アンドレア・ガルシアの事例は同じような運命をたどった何千もの人々の事例を反映しています。高名な公民権弁護士デビッド・マーカスの助けを借り、アンドレアの母親はカリフォルニアの不妊法が合衆国憲法に違反し、法の下の平等な保護を受ける権利を奪ったと主張した。しかし、アンドレアの方面に票を投じたのは3人の裁判官のうち1人だけでした。記録によると、アンドレアが差し迫った不妊手術を逃れた可能性もあり、この政策の多くの犠牲者たちはそうではありませんでした。第二次世界大戦を経て、優生学は否定的な含みを持つようになり、不妊手術を含む多くの優生学的な行為は数十年間続けられた。1960年代後半までに、人遺伝子の研究はより微妙なものとなり、生命倫理学は優生学からの影響を無効にした。しかし、スウェーデンとアメリカでは自由意志によらない不妊が70年代まで継続されました。集団訴訟や強い影響を受けた連邦議会議員のデモ行進が起こり、1979年にようやくカリフォルニアの断種法が廃止されました。残念ながら今日でも合法・非合法を問わず、多くの被差別コミュニティの断種がまだ世界中で続いているのです。この動画では、ヒトラーと第三帝国が民主的なドイツで権力の座についた歴史や経緯がわかります。そして毎週何か新しいことを学べるようチャンネル登録をお忘れなく。